どの釣りでも言えることですが、エギングにおいてもキャスティングはかなり重要です。基本ができていないと飛距離が出ない上に狙った方向にキャストすることができません。狙った方向にキャスティングできないようであれば、アオリイカがいそうなポイントを攻めることができません。また、アオリイカがかかったとしても取り込みが成功しないと、せっかくの釣果も水の泡になってしまいます。今回はキャストからキャッチまでの基本的な流れと題して解説していきます。今回の結論は次の通りです。変化を読み、冷静に対応を。今回の目次です。キャストから着水まで。エギをキャストするテクニック。エギ着水後のテクニック。しゃくりは鋭く、大きく。しゃくりのテクニック。フォールは食わせの重要な間。フォールで誘うテクニック。糸を注視して当たりを取る。当たりと合わせのテクニック。取り込みはギャフかネットで。生き締めの方法。それでは始めていきましょう。キャストから着水まで。岸釣りエギングに必要なキャストとしてマスターしておきたいのがオーバーヘッドキャスト、上手投げです。ロッドを上から下に振り下ろす釣りの基本ともいえるこの投げ方を解説します。大きな長所は次の通りです。遠心力とロッドの反発力を効かせれるため飛距離が出しやすい。まっすぐな軌道で触れて道糸を離すタイミングが取りやすいことから正確性が高い。まっすぐ縦に振るのが方向性も出て理想的ですが、人間の体の構造上、それで力を入れて振るのは難しいです。3クォーターキャスト、斜め振りでも大丈夫です。エギングのキャストにおけるコツは、思い切り全力で投げた時の7割くらいの力の入れ具合で投げた時がフルキャストだと考えることです。全力で投げた時はもちろん飛距離は出ますが、その代わり全身に力が入っているので、キャスト精度が安定せず、思ったところに飛びづらくなります。何より疲れて集中力が低下します。体力はこの後のしゃくりのために取っておきましょう。また、エギの重さはノーマルタイプの 3.5 号で約 20g、小さい 2.5 号は約 10g、大きめの4号だと約 24g と幅広くあります。適合エギ重量に合っていない竿、例えば秋イカ用の3号前後が軽快に使える竿で4号の重いエギを投げると竿先がぶれてキャストの精度が出ない場合があります。もしうまく投げられないようならタックルバランスを見直してみましょう。目的の場所に投げたらエギが水面につく直前にフェザーリングをします。これは竿を持つ手の人差し指をリールのスプールに軽く当て、ラインの放出を弱めるテクニックのことで、これによって着水の衝撃を弱めてイカが警戒しないようにしつつ糸吹けを出さないようにします。難しいようであれば竿を持っていない方の手のひらをスプールに当てて行っても同じ効果があります。エギをキャストするテクニック。たらしは竿半分くらいの長めに取ると遠心力が働き飛距離が出ます。近距離にイカが見えている場合はたらしを 30cm くらいの短めにするとショートキャストでの正確性が増します。竿を立てながら後方へと倒し、キャスト体勢へと移行していきます。エギは振り子のように下から後ろへ行くようにします。振り上げて上から回すとまっすぐ後ろに行きづらく、方向性の定まらないキャストになります。エギの重みが乗って竿が曲がっているのを感じつつ前へと振り出します。視線は目標に据えます。距離を出したいときはそこからさらに視線をやや沖へと持っていきましょう。竿を持つ手を目標方向に向かって押し出しつつ、グリップエンドを持った逆の手を手前に軽く引きます。指に軽く引っ掛けていた道糸は竿が顔の横を通過したときに離すイメージです。竿はエギが着水するまで道糸が放出されていくのと同じ方向を保ちます。位置を下げたりすると道糸と竿に角度がつき、先端ガイドのところで抵抗が発生して飛距離が落ちてしまいます。エギ着水後のテクニック。キャスト後はエギを着底させることが基本です。ラインを張らず緩めずの状態で送り出し、
その動きが止まってラインが緩んだらエギが着底したサインです。ただし、潮流が速い時や風、波のある時には着底が分かりにくいことも多いです。その場合はラインの送り出しを一旦ストップしてしゃくりを入れ、再度エギをフォールさせてみましょう。また、ポイントの水深をある程度把握しているなら、沈下中にカウントダウンを行って着底近くになった頃にラインの動きに集中することも有効です。しゃくりは鋭く大きく。エギングを特徴づける動作といえば何といってもしゃくりです。ジャークとも言われ、竿を素早く振り上げてエギを鋭く左右や上に動かす方法です。アオリイカに対しては、しゃくりはできるだけ鋭く素早く行うことが重要です。ゆったりしたしゃくりでも釣れるのですが、鋭いしゃくりとゆっくりしたフォールの速度のメリハリに特に反応がいいです。また、緩いしゃくりではエギが跳ね上がってなくて底を張っていることもあります。跳ね上がらなければアオリイカがエギに飛びつくタイミングとなるフォールの時間が取れず釣れづらくなります。また、エギを跳ね上げることで根がかりを減らす効果もあります。しゃくりで勘違いしてはいけないのは、単に手前方向に引っ張っているわけではないことです。エギが自ら進むきっかけを作るために勢いをつけているようなイメージが大切です。エギは竿を振った分だけ動くわけではなく、それ以上の距離を自走します。しゃくりはまず糸を張り、竿を振り上げてエギを動かします。同時に竿がたわんで曲がり、竿を止めた時に元に戻る力でさらに勢いがつき、その慣性でエギは泳ぎ進みます。しゃくりの回数は5回7回と多い人もいますが、1セット2回が定番です。これが2段しゃくりと言われる基本テクニックで、1回目で水中の糸をまっすぐにしつつ、エギの方向性をつけ、2回目で大きく跳ね上げます。その後、フォールさせてイカが抱くのを待ちます。エギが海底につけば、再びしゃくりを開始します。しゃくり1セットあたりでエギは約3メートルほど上昇します。しゃくりを1回するごとに糸ふけを取るために素早くリールを巻きます。糸ふけがあると続けて次のしゃくりに入ってもエギまで力が伝達しないし、フォールをさせる時にも糸がたるんでいると当たりが取りづらくなってしまいます。しゃくりのテクニック。エギを投げ、竿先を下げた状態で着底を待ちます。エギの着底を確認したら糸ふけを巻き取ります。リールのハンドルに手をかけて常にラインを巻けるようにしておくのが基本です。そこから竿を鋭く振り上げます。手首だけでやると跳ね上げの勢いがつきにくく、手首にも負担がかかるので、肘、肩も使いましょう。ミエイカを小型エギで繊細に誘うときには手首でしゃくる場合もあります。竿が立ったところでストップ。曲がった竿が元に戻る反動で、さらにエギの動きに勢いがつきます。二段しゃくりの場合、1回目はエギの姿勢作りのために肘中心に小さくしゃくり、2回目はエギを跳ね上げさせるために肩まで使って大きくしゃくるのが定番です。しゃくり1回ごとにエギが手前に寄ってきた分の糸ふけを素早くリールを巻いて取ります。同時に竿先を下げ、次のしゃくりに入るか、もしくはエギを沈めて当たりを取るための準備をします。水中でのエギの動きについて解説します。エギを引っ張りすぎない。エギングで人気のある頭の細いタイプのエギは、しゃくることで水面方向へと向かいながら、まるで生きている小魚のように左右に逃げ惑う動きをします。ただ引っ張るだけではエギは直線的に泳ぐだけで、このような動きには実績が少ないです。ピシッとしゃくる。エギを引っ張り上げているのではありません。しゃくることでもっと早く動いています。イカは目の前から急にエギが離れることで餌に逃げられると思うのかもしれません。捕食のスイッチが入ってエギにアタックしやすくなります。フォールは食わせの重要な間。しゃくっている途中にアオリイカがエギに食いつくことはまずありません。アタックしてくるのはフォールというエギが沈むのを待っているタイミングでのみになります。そのためフォールはとても重要です。このフォールは道糸を張った状態のテンションフォール、緩めた状態の
フリーフォールの大きく2種類に分けられます。テンションフォールでは道糸を張っているからイカの当たりが竿に伝わりやすくなります。また、エギの頭が起きて姿勢が水平になり、腹側に水を受けながらゆっくりと沈んでいくため、イカの捕食タイミングを長く作ることができます。そのため、しゃくり終わった後など、フォールで当たりを待つ場合には、このテンションフォールを使うのをお勧めします。しゃくりの後、糸ふけを取ってテンションフォールに入る寸前には、ほんの少しエギを引っ張ります。すると、エギが釣り人の方を向き、綺麗な姿勢でフォールしてくれます。テンションフォールはカーブフォールとも言われ、道糸を張っているために、エギが手前方向へと水中をカーブしながら寄ってきます。イカを誘う場合は、ゆっくり長くフォールさせられるのがいいですが、キャストした後には、せっかく投げたのに底取りをしている間にエギが手前に寄るので、結局広くポイントを探れないことになります。そのため、キャストし終わり、底につくまでは、特に深い場所ではフリーフォールがいい場合があります。フリーフォールでは、エギは真下近くを向き、一直線に底をめがけて落ちていきます。すると、潮にも流されにくいし、遠くまで探れます。ただし、道糸は緩んでいるので、当たりは取りにくくなります。フリーフォールの場合、ある程度の糸ふけを出さなければならないですが、それは投げた後、投げっぱなしでいいというのとは全く違います。投げて一度、ある程度までは糸ふけを取り、水面に緩やかな糸のたるみを作ります。再びリールのベールを起こし、ラインの放出を指で止めながらエギを沈ませます。それにつれて糸のたるみがまっすぐになっていくので、その都度リールから糸を出してたるみを作ります。たるみが引っ張られなくなったら着底です。フォールではそこを確実に取ることが大切です。しゃくった後、フォールはさせるけれども、着底の確認がおろそかになっているのはよくあるケースです。特に春イカは底付近にいることが多いので、きっちり底取りをしないと釣るのは難しくなります。フォールで誘うテクニック、テンションフォール、イカを乗せたい時に使うテクニックです。道糸を張っているので当たりが取りやすく、またエギが水平姿勢でゆっくり沈むことでイカがアタックしてきやすくなります。エギに余計なブレなどが入らず、やや頭下がりの水平姿勢でゆっくりと落ちていく形が理想です。フリーフォール、キャスト後などにそこまで一気に沈めたい時に有効なテクニックです。エギが素早くそこまで到達しやすくなります。テンションフォールに食いが悪い時にも効果的です。場面に応じて使い分けてみましょう。ロッドは軽く持つ。フォール中はエギがぶれないようにロッドは軽く持つようにしましょう。竿先が風で振られないギリギリの力くらいで大丈夫です。ただし竿先はできるだけぶれないようにしましょう。フォール中のエギに変な動きを与えるとイカに警戒されてしまいます。着底の判別。テンションフォールの場合は張っていた道糸が緩みます。フリーフォールの場合は水中へと送り込まれていく糸の出が止まります。ただし両方ともイカが乗った場合にも同じような状況になります。おかしいと思ったらすぐに合わせを入れてみましょう。フォールの発展系には次のようなものがあります。ボトムステイ。エギは着底すると頭を底につけ、お尻を浮かせて立たせます。放置すると水流などで揺らめき、それに誘われたイカが乗る場合もあります。10秒くらい待つのも手です。水中ステイ。イカが足元近くまで追ってきた場合、フォールさせるのもいいですが、道糸を張って中層で止めておくと、それに飛びついてくる場合もあります。ただ巻き。しゃくりとフォールを兼ね備えた裏技で、底付近までエギを沈めたら、ゆっくり浮かず沈めず同じ層を巻いていきます。しゃくりにすれたイカに強い技です。糸を注視して当たりを取る。エギングでの当たりは様々です。ゴンと鋭い当たりが手元に伝わってくる場合もありますが、フォール中に道糸の動きに変化が出るだけだったり、エギがそこについた瞬間に抱いていて、一発目のしゃくりで乗ることもあります。中層にエギがある時に少しでもおかしいなと感じたら、竿を素早く振り上げて合わせてみましょう。着底時は当たりかなと思ったら少しだけ糸を張って聞いてみましょう。
イカならぐぐっと持っていきます。根がかりの場合は強く合わせるとエギが深く刺さってしまい回収が難しくなります。根がかりらしい時はできるだけエギを跳ね上げてかわせるように竿を操作しましょう。どんな釣りでも大抵合わせは必要ですが、アオリイカに関しても合わせは絶対に必要です。アオリイカはエギの後ろに回り込み、10本の腕で包み込んで捕らえ、そこから横向きに持ち替えて後頭部をかじり落とそうとします。つまり針が刺さりやすい口の中に入ることはありません。エギを捕まえている間にどこかに刺さってくれたらいいですが、そういうことばかりでもありません。むしろ当たりが出てもただエギを掴んでいるだけという状態が多いです。だから合わせによってエギをずらし、しっかりとカンナにかける必要があります。合わせの強さは強すぎず弱すぎず、あまり強すぎると大型がかかった時に合わせ切れしたり、イカが身切れすることがあります。その当たりの加減はリールのドラグ設定で調節することができます。大きなしゃくりでじっと少しドラグが作動する程度に設定し、その状態で強めに合わせを入れるようにすれば、ライン切れや身切れに対する保険になります。もちろん竿が硬い場合は少しソフトに、柔らかい場合は少し強めに行うといいでしょう。イカがかかったら独特のジェット噴射が満喫できるファイトの時間です。イカ類は胴体に溜めた水をロートから吹き出して推進するので、直線的な動きしかできません。根に逃げ込んだりもしないので、慌てずに竿を曲げた状態を保ってじわじわとリールを巻いていきましょう。イカが走ればリールハンドルに手をかけたままドラグの逆転が止まるのを待ちます。この時に道糸のテンションが緩むとエギのカンナには返しがついていないので、せっかくの獲物がポロッと外れることがあります。したがってテンションが抜けるリスクがあるポンピングで寄せてくる方法は推奨できません。当たりと合わせのテクニック。合わせが必要な理由。イカがエギを持っているだけだとどこかで離されてバレてしまいます。がっちり持たれたら合わせてもエギは刺さらないので、当たりを察知して合わせる必要があります。しゃくりが合わせにもなる。エギが着底し、しゃくり始めたらすでにイカが乗っていることも少なくありません。慌てずにロッドを振り上げ続け、がっちりフッキングさせましょう。ラインに出る当たり。張った状態が緩む、緩んだ状態が張る、横に動くなどのパターンがあります。手元には伝わらないこともあるので、変更グラスをかけ、ラインの動きを注視しましょう。見事にかかった時のファイトテクニックです。リールハンドルに指をかけ、道糸を張った状態で竿は常に曲げた状態を保ちましょう。500g くらいまでの小型サイズであれば、リールをゆっくりと巻き続ける方法が確実です。1kg 以上になると、1回の噴射で進むスピードと距離がアップします。ラインに負荷をかけすぎないよう適度に保ちながら、止まれば巻いて寄せましょう。小イカは墨をできるだけ足元の水面で吐かせて堤防を汚さないようにしましょう。大型のイカはできるだけ素早いランディングに持ち込みましょう。取り込みはギャフかネットで。ランディング、取り込みに失敗しないためにはランディング用品の用意が絶対条件です。小型サイズ中心の秋イカ釣りでも 1kg を超えるような大物がかかることも珍しくありません。ランディング用品は持っておくべきです。まず、トンカツぐらいのサイズまでは抜き上げで対処できます。足場が水面まで3メートルから4メートルくらいまでなら、ラインを竿1本分ぐらいに巻き取り、ロッドを持っていない手を竿の根元付近に添え、抜き上げて地面にそっと置きます。ただし、抜き上げた先に他の釣り人がいたり、道具があったりすると墨がかかったりして迷惑になります。抜き上げ先を確認することも大事です。もしコロッケサイズもないような小型であればリリースしてあげましょう。その場合はイカを地面につけないようにしてエギを持ち、カンナを返すようにリリースしましょう。トンカツ級を超えるサイズはギャフかタモ網で取り込みましょう。どちらでも大丈夫ですが、エギのカンナはタモ網に引っかかりやすいので、ギャフの方が比較的扱いやすいです。
ギャフはイカがかかったら針の安全カバーを外して足元に置いておきましょう。イカを足元まで寄せて浮かせたら、先から少しずつ伸ばしてイカの胴部を引っ掛けます。タモ網の場合は胴部の先端から入れるようにするのが理想です。腕側から入れようとするとカンナがタモ網に絡んでしまうことがあります。いずれの道具も振り出し式であることが多いです。扱い方の基本は下向きにしてフリーにして一気に伸ばすと戻すときに接続部が硬くなって戻らないことがあるので、一節ずつゆっくり伸ばしましょう。また取り込む際はまっすぐ立てて節を縮めながら真上に持ち上げましょう。応援団が旗を立てるような持ち上げ方をするとイカの重さで柄が折れてしまうこともあります。取り込んだら千枚通しのようなものでイカの眉間をつき生き締めしましょう。茶色がかった体色が一気に真っ白になると締まった証拠です。クーラーボックスにしまい一息入れたらまた次の一杯を目指しましょう。ランディング方法のいろいろを紹介します。抜き上げ、小型イカ相手の方法です。竿を持っていない手を竿の中間から先端寄りに添えるとイカの重さを竿全体で支えられず折れてしまうこともあります。タモ網で取り込む場合はイカが逃げる方向、つまり胴の方からすくうのが理想です。ただし枠径 60cm 以上の大型のタモ網を使えばそれほど神経質にならなくても大丈夫です。吊り上げ、サーフで釣る場合は吊り上げでの取り込みで OK です。ただし上げたらすぐにイカを陸に運ばないと波でさらわれるので注意しましょう。ギャフ、イカ相手にはギャフが最も取り込みやすい道具です。胴の中央あたりを狙ってかけるといいです。柄の長さは5メートル前後のものがいろいろな場所で使いやすいです。ハンド、足場が低いところではイカを手前まで寄せ、エギかイカを直接掴んで持ち上げます。ウェーディングで釣る場合にも有効な方法です。生き締めの方法、眉間のやや上、胴との境目あたりの硬い部分がイカの急所です。そこに鋭い針を突き刺して締めます。専用のイカ締め器具もあるので使うと便利です。絶命するとイカは瞬時に白くなります。全身が真っ白になるまで針を刺す方向を少し変えたりしながら何度か刺します。これで生き締めの完了です。そのまま放置せず氷を入れたクーラーに入れましょう。氷の上に直接置くと身が焼け、炭などが流れ出してクーラーも汚れるので収納袋にしまうといいです。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。